こんにちは、さちこです。今日はゼロ・ウェイストの初心者向けに10個の取り組みやすいゼロ・ウェイストのアイディアというのをご紹介しようと思います。私がサステナブルな暮らしっていうのを考えて、プラスチックフリーとかゼロ・ウェイストっていうのを意識するようになってから、家の中で自分の生活の中で変えたことってすごくたくさんあって、10個には全然収まらないんですね。今回は、初心者向き、私がいろいろ変えてきた中でもこれなら割とやってもらえるんじゃないかなというのに絞って10個挙げてみました。ゼロ・ウェイストのスタンダード中のスタンダード、もう誰もが知っているであろうマイバッグなんですが、これスーパーとかお買い物行く時にマイバッグを持って出かけるっていうのはもうこれ基本として、さらにですね、なんかちょっと小さくてもいいので、普段から自分が持ち歩いているカバンとか、ポーチとかの中に予備バッグみたいなのを持ち歩くことをおすすめします。で、これ予備バッグとかそんなの適当なのがないよと思う方は、レジ袋、今まで使っていたレジ袋をきれいに畳むと、もうほんとこんなペラペラにちっちゃくなるので、それをカバンの中とかにポイって入れておくと、なんかふとなんかの帰りに買い物をしちゃったとかいう時も困らないのでおすすめです。マイボトルにお茶なりお水なり入れて持って出かけましょう。で、これは知ってはいるけど実践していないという人結構多いんじゃないかなと思ったりします。また家に水筒あるんだけど使ってないっていう人もいたりするんじゃないかなと思います。なので家を出るときはもう必ずと言っていいぐらい何か飲み物をとりあえず持っていくと。でそれによってペットボトルとか、コンビニでコーヒー買ったとかいう時のカップとかですね、そういうゴミがまず削減で、さらにですね、マイボトルでも入れてくれるカフェとかコンビニとか、それからお水であれば最近給水できるスポットっていうのがちょこちょこ出てきているので、例えば有名どころで言うと無印良品がそういうサービス始めましたけれども、そういう場所を自分の行動範囲内でチェックしておくと、2杯目以降もゴミが出ない暮らしができると思います。ハンカチ持ち歩いてない人意外と多いんじゃないかなって思います。トイレでもですね、なんかシャーッと洗った後になんか髪の毛をセットするふりして拭いている人とかいたりするので、女性でも結構持ってないんじゃないかなって思いますし、男性だったら圧倒的に持ってない人の方が多いのかなとか思ったりします。でももう一度そこは見直してですね、ちょっとお気に入りのハンカチを持ち歩いていただきたいなって思います。トイレ最近はコロナの影響で風のボーンってやつ、あれが廃止されてますよね。で代わりにペーパーが置いてあるところもあるんですけども、私は置いてあっても使わないです。ハンカチで拭きます。でそれをすることによって地道に日々1枚2枚とゴミを減らしていくようなことをしています。あとですね、ハンカチを持っているとペーパーナプキンを断ることもできます。いりませんっていう感じで。もしくは最近カフェとかだと勝手にペーパーナプキン載せるんじゃなくて、必要なだけ持って行ってくださいっていう感じになっているところも多いと思うので、そういうところだとよりもらわずにハンカチで済ますっていうことがしやすいんじゃないかなと思います。シャンプーコンディショナーはボトルに入っていますし、詰め替えを買ったとしてもあれもまたなんか立派な口のついたプラスチックの容器に入っています。そして手を洗う石鹸もハンドソープにしてしまうとやっぱりボトルに入ってるんですよね。なのでハンドソープは今の液体のを使い切ったら今度固形の石鹸にしませんかということです。で固形の石鹸もそうですし、それからシャンプーバーコンディショナーバーというのもだいたい紙包装です。
で紙はそのまま資源ごみに出せますし、石鹸とか昔ながらの石鹸でプラスチック包装のものもあるんですけれども、言ってもボトル1個よりは断然少ない量のプラスチックだと思うので、買える価値はあるんじゃないかなと思います。シャンプーバー、コンディショナーバーについては以前エティークの使用感というあたりを動画にしたんですけれども、ぜひ参考に見てみてください。最初やっぱり少し今までのシャンプーコンディショナーから乗り換えってなると、使い方はもちろん違いますし、使用感も多少違いを感じると思います。もう液体石鹸からね、固形石鹸で手を洗うようになってもちょっと面倒くさいなとかもしかしたら最初思うかもしれないんですけれども、大した差ではないです。なので慣れると思うので、ぜひ一度使ってみていただきたいなと思います。普段からコーヒーや紅茶を飲む人にとってはこれ変えられることが本当にたくさんあるんですけれども、まず購入するところから、コーヒーは容器持参をして買うようにしましょう。それから紅茶の方は量り売り、私は知らないんですよ。どっかにあるかもしれないですけれども、なければティーバッグを使ってた方がルースティー、缶とかに入っている茶葉が入っているものですね、あれに変えるだけでもだいぶ違うと思います。コーヒーで一つ皆さんが使いやすいかなと思うところで、カルディが容器持参できるんですね。で条件として 200g の豆が全部ちゃんと入るっていうことと、それから密閉できることっていうのを挙げられています。カルディじゃなくてもコーヒー屋さんっていうのはやっぱり扱ってるものの性質上そういうふうに量り売りしますよね。なので陽吉さんも受け入れていただけるところが多いんじゃないかなというふうには思います。それから入れ方ですが、コーヒーであればペーパードリップをしていた方はフィルターを布製や金属製などの繰り返し使うものに変えていただく。それからフレンチプレスを使う。あと動画でご紹介したことがある茶こしでコーヒーを入れるようにするっていう風にすると、コーヒー豆以外のゴミが出なくなります。紅茶の場合はティーポットなどで入れない方、今までティーバッグでささっと済ませていたという方におすすめなのが、このティーバッグの代わりになるような道具です。これは中に茶葉を入れて、でお湯の中に沈めておくだけなんです。で取り出す時もザブッと上げるだけなのでとても手軽です。コアレスのトイレットペーパーを選んでいただくと芯がないので、トイレットペーパーを使い切った最後の筒、ゴミがなくせます。で一番のおすすめはですね、そのコアレスでもちろん再生紙でっていうトイレットペーパーを箱買いすることなんです。Amazon でも買えるんですけれども、箱に直にトイレットペーパーがずらーっと並んで送られてくるので、中にプラスチックの包装が一切ないんですね。でそれで買っていただけるとプラスチックフリーだし芯もないしで素晴らしいんですけれども、難点としてはですね、その一気に一箱送られてくる何十個、いくつだ60個とか40何個とかのトイレットペーパーを収納しておくスペースが必要なんですよ。なので戸建てにお住まいの方とか、私はマンション住まいなんですけれども、複数の箇所に分けてトイレットペーパーを収納しています。そういうことができる方にはおすすめなんですが、できない方はまず、外側の包装は仕方ないとしてもコアレスのトイレットペーパーというのは売っているので、スーパーでもそういうのを探してみるっていうのがまず第一歩としていいんじゃないかなと思います。ペーパータオルはあれば使ってしまうと思うんです。ちょっとした汚れをシャッと拭いてポイッと捨てたらいいので手軽なのはわかるんですが、でもそこは布巾に変えましょう。布巾は洗うのが面倒だと思う方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
で丁寧な暮らしをする人の動画とか見ているとですね、やっぱり布巾は別で洗ってるんですよね。なんかお湯で殺菌したりとか、漂白したりとかして洗っているみたいなんですが、私はですね、なんと洗濯機にポイッと放り込んでいます。で、他の洗濯物衣類やタオルやらと一緒に洗って、それで平気でお皿とか拭いているので、それも無理っていう人もいるんじゃないかなって思うんですが、そこが嫌じゃない、別に気にしないっていう方は是非その手でやってみていただきたいなと思います。サランラップを使っていない人からすると、サランラップがなくても何にも困らないんですよ。なので最初ちょっとなかったらそれはちょっと不便なんじゃないのって思うかもしれないですけれども、いろいろ代用できるものはあります。食べ残しを冷蔵庫に入れたりする時はこうラップをパッとかけるんじゃなくて、タッパーに入れたり、あとなんかジャムとかソースが入っていたような瓶を残しておいて、そこに入れて冷蔵庫に入れます。でレンジにかける時はこうボール状の器であればお皿ポコッと乗せてそのままレンジに入れたらいいですし、逆の場合もお皿状のものであればこう丼的なものをポコッとかぶせてレンジに入れたらいいかなと思います。あと私はお菓子の袋をささっと洗ってストックして置いておきます。でそれに刻んだ野菜を入れたりとか、あとすぐには食べられなかったものですね、そういうものを入れたり、今はうちはお肉買わないんですけれども、買っていた時はお肉を小分けするにもその袋を使っていました。うちには夫が好きなバタピーの袋がたくさんあるので、それを活用しています。食べ残しや食材をダメにしてしまった時にあーっていう感じで済ませてないでしょうか。このフードロスっていうのはすごく問題になっていて、地球規模で言うと食料っていうのはどんどん足りないようになってきているにもかかわらず、結構身の回りで考えると、例えば日本人は1日に1人おにぎり1個ずつ分ぐらいの食べ物を捨ててしまっている、廃棄しているっていうことになるそうなんです。外食で注文する時にはみんなで取り分けたりすると量がよくわからない時ありますよね。初めて行くお店だと特に。なのでその時はとりあえず少なめに注文してみて、食べてちょっとまだ足りないねってなったら追加で注文するのがいいのかなと思います。それから家で食材をダメにしてしまうことあると思うんですが、これもこのままでは多分きっとこれは腐らせてしまうっていうなんか予感を感じる時ないですか？今日も外食だしな、明日もちょっと家にいないしなみたいな感じのタイミングってあると思うんですが、そういう時はもうとりあえず冷凍庫に全部何でも冷凍してしまう。で野菜とかちょっと質感がやっぱり変わってしまいますよね。解凍すると柔らかくぐじゃってなっちゃうので、パリッパリの野菜炒めとかを作ることは不可能なんですが、逆にスープとかにはすごくしやすいので、ダメになりそうな野菜があったらとりあえず粗く刻んで冷凍しておくと、もうスープを次簡単に作ることができます。あともう一つ食材を使い切るレシピとしてメジャーなものですが、チャーハン焼き飯、あれですね。お買い物スーパーに行く前にもうとりあえず全部使い切って全部細切れにしてスープかチャーハンにしてしまうっていうのがとてもいいです。古着の購入は自分のゴミが直接的に減るっていうことではないのかもしれないですけれども、世界規模で考えるともしかしたら捨てられる運命だったのかもしれない服を自分が再利用することでゴミになることを回避できます。でさらにですね、自分が着古した服なんですけれども、それは寄付の問題っていうのを以前動画にしたのでぜひ見ていただきたいんですけれども、寄付したつもりがちゃんとしたところに行っていなかった、逆に迷惑だったみたいなことがあるよっていう動画なんですが、そういうこともあるので、着古した服は自分でも切ってウエスにしてこう束にして置いとくんですね。
でそれを普段のなんか汚れをちょっと拭いたり、我が家では今ティッシュペーパーの代わりがもうウエスになってるんですよ。なのでティッシュ買わなくて済みます。はい、そんなこともあって古着を購入するっていうのはゴミを減らすことにつながっています。以上、私が選んだ実践しやすそうなゼロ・ウェイストのアイデア10個でした。いかがでしたでしょうか？できてますか？できそうですか？冒頭でも言ったんですけれども、こういうアイデアってもう本当に10個では全然収まらないぐらいたくさんあります。なので私は今回ちょっと考えてやりやすそうかなっていうのを10個選んだんですけれども、いやいやもっと簡単にできるやつがあるとかあればぜひコメント欄に書いていってください。あとですね、この10個中何個ぐらいできてるのかなっていう自己採点みたいなのも書いていただけると嬉しいです。では今日はこの辺でありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。